よろしくお願いします。これは1994年に任天堂からスーパーファミコン向けに発売されたスーパーメトロイドです。発売当時から私はこのゲームをスーパーファミコンの技術のデモンストレーションのような作品だなと思っていました。というのも、スーパーファミコンが持つ様々な機能がゲームの至るところで使われているんです。今回はそんなスーパーメトロイドがスーパーファミコンの機能をどのように使いこなしているのか、その技術の見せ所と使い方の妙を見ていこうと思います。この動画ではゲームの動きを見ながら、ゲーマーには正直どうでもいいようなプログラマーのディープで細かすぎる視点からゲーム機の設計を深掘りしていきます。なお、音声トラックを変更することで別の声や言語で聞くことができるのでご利用ください。後年の開発者インタビューでディレクターとして参加した坂本義夫さんは、開発には約2年半かかり、そのうち最初の1年ほどはスーパーファミコンを学ぶ期間だったと話しています。坂本さんはファミコンのメトロイドにデザイナーとして参加していた方です。スーパーファミコンの性能や仕組みを理解した上で、最初から設計を考えておかないと、後からやりたいことが出てきても実現できなくなるのではという難しさを感じていたようです。では、実際にどのようにゲームへ落とし込んだのでしょうか。ここから実際の画面を見ていきます。まず、最初の部屋からです。何の変哲もない画面ですが、実はとても特殊な画面なんですよ。この画面の上と下で画面のモードが違うんです。繰り返しになりますが、スーパーファミコンには8種類の画面モードがあり、ゲームの特性に合わせて最適な映像を作れるようになっています。ここでいう画面とは、いわば背景のレイヤー表示であり、画面の多重スクロールなどに使用されます。1枚の画面は横 8× 縦8ドット、または横 16× 縦16ドットのパターンと呼ばれる画像をタイル上に並べて構成されます。そして、この一つ一つのパターンごとに使える色数に制限があり、表の数字はその色数を示しています。例えば、スーパーメトロイドで使用頻度の高いモード1では、最大3つの画面を同時に表示できますが、1つのパターンに使える色は、16色と4色の組み合わせに制限されています。モード7は、画面の回転や拡大縮小ができる特殊な画面モードで、この後の脱出時に足場が傾く演出のために使用されます。画面上の大陸表示はゲーム中を通して共通で表示させたい部分なので、画面をこのように分割しているのです。スーパーファミコンのすごいところは、このように一つの画面の中でも複数の画面モードを柔軟に切り替えられるところなんですね。そのモード7ですが、スペースコロニーで最初に戦うボス戦でも使用されます。戦っている最中のボスは基本的には通常のスプライトとして描かれています。ところが戦闘が終わり、ボスが逃げていく場面になると、描画方法が切り替わります。ボスを大きく回転、拡大縮小させるため、ここでもモード7を使用します。しかし、先ほど説明したように、モード7にすると自由に使える背景面は1枚になります。そこで注目したいのが、モード7へ切り替わる瞬間です。それまで背景として描かれていた左右のオブジェクトの一部が、スプライト側へ切り替わります。一方で、画面上の大陸表示や床などは背景側に残されます。つまり、画面の見た目をほとんど変えず、プレイヤーに気づかれないように、内部の画面構成だけを切り替えているんですね。そしてモード7に切り替わったボスが回転しながら画面奥から手前へ向かって巨大化していきます。少し細かいですが、ボスが最大まで拡大された瞬間、手前側の背景オブジェクトより前にボスが表示されることで、より強く立体感を感じさせてくれます。そして敵が飛び立った後、再び画面構成が元に戻ります。同じようなモード7を使う宇宙船が画面の奥へ飛んでいくシーンも、宇宙船以外の星空などの背景はスプライトで描かれているんですね。
このことからも、モード7はすごいけど、とても使いづらい画面モードであることがわかります。このモード7で同時に表示できる背景画面が1枚しかない制約があるのは、回転拡大縮小という重い変形処理をしているからです。その変形には、画面の1ドットごとに2次元アフィ変換と呼ばれる、見ただけで大変そうな計算が使われています。簡単に言えば、ゲーム画面のこのラインを描画するとき、元の画像のこの場所の絵を見なさいという計算をしてくれるんです。そして、処理が重いだけではなく、マリオカートのような広い空間を表現できるよう、モード7では最大 1024×1024 ドット相当の大きな背景マップを扱える特殊な構造になっています。このように、重たい処理であり、かつ、VRAM の占有も大きいため、複数の画面を描画することができないんですね。次は、ストーリーシーンのテロップの表示です。一見すると普通の静止画に文字を表示しているだけに見えますが、ここでも複数の背景画面をうまく使い分けています。この場面では画面モード1を使用しており、3枚の背景画面で描いています。テロップの裏の画像は順番に絵が変わっていきますが、単純なフェードイン、フェードアウトではありません。これは2枚の背景画面を使って背景画面の映像が切り替わるときに表示中の画像はフェードアウトしていきますが、完全に消える前に次の画像がフェードインしてきてスムーズに画像が切り替わるのです。新旧の画像が重なるのは一瞬なので、完全にフェードアウトしてから次をフェードインしてもプレイヤーは不自然には思わないと思うのですが、あえて重ねているんです。次にその映像の上のテロップですが、これは3枚目の背景画面が担当します。ここで見てほしいのは、タイプライターのように順次表示される文字の表示方法です。文字をよく見ると、いきなり完成した色で表示されるのではなく、明るい状態から少しずつ暗くなり、文字が浮かび上がってくるように見せています。これは文字そのものを何枚も用意しているのではなく、パレットを書き換えて、同じ文字の明るさを段階的に変えることで表現しているんですね。ゲーム中にも同様にタイプライターのように文字を順次表示する演出はありますが、こちらは色の変化はありません。使いどころをしっかり考えての演出の違いなのかもしれませんね。このモード1の3枚目の背景画面は一つのタイルに4色しか使用できないので、使いどころが難しいように感じます。しかし、スーパーファミコンでは特定の背景画面を半透明で描画することができるので、移動中のもやや水面の表現に使っているんです。画面モードの画面構成はかなり考えられているんだなと感じます。また、この3枚目の背景画面は、ウィンドウの表示にも使っているのですが、よく見ると凝った作りになっています。ウィンドウは上下に広がって開くのですが、元画像は動かさないで、ラスタースクロールを使って動きをつけています。しかし、同じ背景画面の画面上にステータスを表示しているので、ラスタースクロールは局所的に処理しています。ここも瞬間的に開くので別にいらない処理だよなとプログラマーは思ったりしなかったのでしょうか。次に演出面でも見るべきところがあります。このゲームは部屋で区切られており、部屋ごとに移動できる範囲が縦方向や横方向で異なります。主人公の移動に合わせてカメラがついてくるのですが、隠された通路などはそれが解除されるとカメラの移動範囲が変わったりするんです。これは探索ゲームらしい見せない制御技術なんですね。最後にキャラクターデザインの話ですが、ボスのキャラクターの爬虫類のような生々しい描き込みがこのゲームの見るべきポイントだったりします。デザイナーさんの苦労が目に浮かびます。細かなところまで作り込まれているのですが、それは一つのゲームに2年半もの期間を費やすことができる任天堂の凄さなのです。最後に敵のプログラムを担当した藤井さんは、こっそりと当時付き合っていた方へのメッセージを動く敵の動きに仕込んだと本人が明かしています。聞
画書にはなく、夜中にこっそりコードを書いたそうですが、ここも私は見どころだと思っています。今回はこれで終わりです。次回はまた別のゲームを見ていきたいと思います。聞いてくれてありがとうございました。では、またね。